はい、こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今日はですね、飲食店の廃棄についてのお話をさせていただく動画になります。今日もよろしくお願いします。まずはですね、うちもこの2月、恵方巻きというよりもキンパを初めて作りました。いろんなお客さんからのね、ご注文もたくさん来られていい反応もありましたのでありがとうございます。うちらが作ったキンパっていうのはビビンバの、ナムルの具を乗せて、うちはそれにちょっと食感をつけるためにきゅうり乗せてキムチ乗せて松阪牛の細切れを、うちの焼肉のタレでねあえて焼いて、それをこう巻いていくと。でうちらも初めて作るやつやもんでね、がっつり具をのせたれと。でがっつりのせてもう一口で食べるやんぐらいのね、来年から作る場合はもっとバシッともう包装から何もかもやっていこうかなと思ってます。今回のこの恵方巻きで山ほど廃棄処分になるっていう、そのテレビでメディアでもやってましたけど、僕から見たらそんなん普通やろ。で僕らは普通ではないけど作る側としては売る先に迷惑がかからないように、余分作っていくっていうのが普通になってくるんです。発注が来た時用にすぐに対応できるように、それが2月2日超えてしまうともうああいった食材は作ってあっても廃棄してしまうと。僕らもお肉屋さんの時にね、やっぱり大手企業さんとお付き合いする場合やと、その商品が、ないとなるとうちらもそのペナルティっていうのがあるんですよ。そうすると例えの例で挙げるとね、輸入物の、豚でも牛でも、その商品をそこに納品してると、飲食店とかにね船便が遅れたりとかね、そういうのもあって、1日2日遅れた時でも飲食店のそういう大手チェーン店さんはそれではチャンスロスやと。じゃあうちらはそんだけの売り上げがお前のとこどう責任取ってくれんねやっていうと、その莫大なお金を請求されるっていうのもあるんですよ。うちらとしてはそう物がない時はね、極端に言ったら、国産の牛をその代わりに持ってったりとかね、うちらもうそれだけでマイナスじゃないですか。せやけどそこと取引がなくなるってなるとうちらも商売として成り立っていかないから、そのマイナスしてそういう商品を持ってったりとかね、そういうのも今まで僕らはずっとそういう経験をしてるから。せやけどあんだけの量を掘るっていうのはね、ちょっと僕らではあんまりなかなか掘るっていうことはね、僕ら肉屋ではあんまりないけど、野菜もそうなんですよ。前にもありましたけれども、キャベツがたくさん盗まれたと。であれは同じなんですよ、同じ。それでどっかの企業さんが大手企業さんにそういった野菜キャベツなどを納品してると。毎週やったり毎日キャベツを何トン何十個何百個を必ず納品してくれという契約があるんですよ。と今回キャベツとかがねかなり値段も高騰も上がってできる量が少なかった場合は、前にもありましたがたくさんのキャベツが盗まれたっていうのはそういうことやろうなって僕はそうやって思ってる。ただ普通の一般の方たちにはキャベツが今高いから盗んでそれ高値で売るんとちゃうかなと思われてるけど、僕らの考え方はそういうどこかの企業さんに卸すためにどうしてもキャベツがいるからそれを盗んできて出したと。だけどそれがその会社もうあかんのはあかんとは思うけど、今まで取引されとるどこにそういうのを納品しとってそれが全部売り上げがなくなってしまうのやと、どうしてもそういう風になったん違うかなっていう点もあります。だからその恵方巻きもあんだけ捨てたっていうのはそういうことなんですよ。グレーな話っていうのがあって喋ったけど全部言えなかったっていうのはなぜかっていうと、メディアとかああいうのでいろいろ出てくるとこういう話ができると。で僕がそれを専属にバーッと話してしまうと僕も叩かれてしまうので、だからああいう例があった時に僕がこういう話をするとちょっと分かりやすいかなと思って、今回こういった話をさせていただきました。肉屋さん業界いろんな野菜もせえし魚もせえしいろんなグレーな話ってたくさんあるんですよ。せやけど昔ほどはね、今は働いてる人が SNS やああいうので全部言うてしまうから無茶なことはないけど、昔は本当にひどいことがいっぱいあった。あえて僕が今バーッと言ってしまうと叩かれるからテレビで何かあった時は僕がそれのご説明をしたいなと思います。だから今回のその恵方巻きもあったので今日ちょっと動画にさせていただきました。
会社に勤めとる時とかやとね、大手企業さんで遅延店舗されてるとこにね、そのお肉を卸すじゃないですか。そうすると契約書みたいなんとかね、全部書かされて、それで罰金、何十万ちよりもっとやねの賠償金を、お宅に請求しますっていう書類とか書かされるんですよ。でないってなると、もううちらもたちまち売り上げ上がってかんし、でそのために、機械を導入したり人を入れたりするからね。だからそれがいっぺんに全部なくなるってなると、やっぱり会社自体はどうしてもやもええやんっていう点もあるんですよ。で作為的にわざとそうやってしとるわけじゃないんやから、恵方巻きも分かるような気もする。それがええとは言わんけど、だんだんそれも薄れてきとるから、特に今やと農家さんやね、農家さんが大手そのスーパーさんに卸すよりも自分どこで、なんとか工夫して売ってるとこが多くなってきたね最近。もうコロナ過ぎてからやね。で野菜でも米でも何でも値段が上がってるから、それはもう仕方がないなと思う。値段を高くするとやっぱり消費者の方やとね、月に言うたら焼肉店に極端な2回行っとった人がね1回になるかもわからんし、で外食される方も月に毎週1回家族で行かれとった方も、週で言うたら4週あったとしたらそれが2回になるかもわからんしね。だから一概には何でも値段上げたからやっていけるわっていうのは歯がゆいところやね。僕らは難しいところがある。でも値段を上げやんだとしても値段上がったなって言われるお客さんもおる、上がっとるという前提で考えて、もう上がらんもんは何一つない。僕らはそういうのを分かっとるから、もうそういうのがいっぱいあったから、もうそれはやもえやんっていう言い方したら怒られるかもしれへんけど、それをなくそうとするのもやっぱり努力をしていかんと。だからスーパーさんも今はだいぶと昔と今では変わってきたんちゃうかな。大手スーパーさんが業者さんにバーって言うたこと全部聞かなあかんだけど、今はもうなくなるじゃないけど、自分とこ個人で売っていこうというやり方が多くなってきとるとは思うけどね。無駄をどんだけ減らすかっての今後の飲食店にしろね、農家さんもそうやしうちらもそうやし、肉屋さん魚屋さん全部飲食関係とか食材関係はどんだけのロスを減らすかというのが今課題なんちゃうかな。人件費も上がってほしい。はい、以上になります。今回は飲食業界やったりいろんなフードロスに関してのお話をさせていただきました。今日もありがとうございます。株式会社稲垣では LINE 公式アカウントの方で、お肉の卸販売を行っております。まずは、LINE のお友達追加の方よろしくお願いします。うちらが作ったキンパっていうのは巻くのがね僕では用意しなかったので奥さんが作って、買われた方でなんやバラバラになったっていう場合もあったかもしれませんが、来年から作る場合はもっとバシッともう包装から何もかもやっていこうかなと思ってます。